コンケイクです。今回のテーマは、辛い時のあなたへです。どうぞよろしくお願いいたします。それでは3枚のカードをご用意しております。A、B、C の中からお好きなカードを1枚お選びください。ご自分の占い結果だけご覧になりたい方は、概要欄にチャプターをご用意しておりますので、そちらをご確認ください。選び終わりましたでしょうか？それでは今回はフォース集というスプレッドとオラクルカード、ルノルマンカード、そして今回から新たにルーンカードを使用して占います。それではそれぞれ占ってまいります。それでは A の方の結果です。辛い時のあなたへということなので、これからどうなるかっていうのが気になっていくと思うんですけれども、大丈夫です。今までの経験がしっかり生きて、勝利をつかみ取っていける、そういったところが出ておりますね。それでは1枚ずつお話しさせていただきます。まず過去ですね。ワンドの4の逆位置です。困難な状況から解放されるのに時間がかかったということですね。あなた自身がものすごく辛い状況にあったっていうのはもちろん間違いないとは思うんですけれども、その状況から抜け出すことが難しかったっていうことですかね。逃げたいのに逃げられないというか、そういったところから一歩外を出るっていうことがなかなか難しくって時間がかかっていたっていうことですね。そうなっていくと、本来だったら発揮できていたあなたの力、本来のあなた自身を見失っていたっていうことにもなりますね。あなた自身ができることっていうのはもっともっといっぱいあったはずなんですけれども、困難な状況があったからこそ邪魔をされていたっていう部分があったかなと思います。では現在ですね、ペンタクルの8の正位置です。ゆっくりとした着実な進展です。損得よりこだわり抜くことが大事な時期っていうことなので、ここもですね、まだあなた自身過去の状況からしっかりですね、抜け出しているのかっていうところ難しいかもしれないですね。ゆっくりとしたっていうことなので、もうちょっと時間がかかるような感じ。でも着実にあなた自身の進展っていうのはありますよっていうことなので、どんどん良くはなっていくとは思いますね。で、あなたがこれは損かな、得かな、いいかな、悪いかなっていうふうに考えて動くよりは、まず自分自身のこれをやるんだっていうですね、こだわり抜く、そういうふうにですね、自分自身がやりたいことっていうのをとことんこだわる。もうそこに自分が損をしてしまうとか、リスクとかですね、得られるものがたくさんあるぞとか、そういうふうにですね、まず目先のものっていうのを見るよりは、まずはやってみるっていうことが大事な時期っていうことですね。これがなかなか難しくはありますけれどもね、やはり目先の利益だったり、損をするんじゃないかって思うとですね、踏み出せないとかそういうことってあると思うんですよね。今、新しいことに挑戦するのもなかなか難しい時代になってきてますからね。お金とかもね、やっぱりいろんなやることかかりますからね。そういったところもあるので、悩まれるとは思うんですけれども、やれる範囲でですね、自分のやりたいことっていうのを、まずはやってみるっていうのがいいみたいな感じですね。では未来ですね。こちらがワンドの9の正位置です。困難から自分を守る力があるということで、ここからですね、しっかりとあなた自身に運気、良い方向に向いていくような感じですね。今までがすごく大変だった分ですね、今後はあなたをちゃんと守ってくれるような運気につながっているっていうことです。そして今までのご苦労された分、辛かった分ですね、その経験もですね、しっかりと生きていくっていうことなので、
ここでですね、活躍もできるのではないかなっていうところがあります。それで勝利をつかみ取れるはずという風に出ておりますからね。よかったです。これはね、本当にワンドの9っていうことなので、随分とですね、大きなあなた自身の手柄っていうものがですね、出てきそうな感じですね。で、情熱もですね、しっかり戻ってきそうなので、辛くて何もできないっていう状況からは脱することができそうですね。ここで安心できるかなっていうところはありますね。そうですよね。どんなにですね、進みたくても困難があると、辛いことがあると進めないっていうことってたくさんあると思うんですけれども、それすらもですね、守ってくれるような力があなたには未来にあるっていうことなので、安心して進んでいってほしいですね。では、周囲ですね。どういった方がいらっしゃるのか。ペンタクルの10の正位置です。強い結束で結ばれた人、信頼関係がある人ということですね。周囲の人にもですね、これからも恵まれていくような感じですね。強い結束っていうことなので、よっぽど信頼感があるっていうことですよね。あなたに対して好感は持ってらっしゃるでしょうし、それでいてですね、ちゃんと信じてくださる。あなたのことをしっかりとですね、支えてくれる、助けてくれる、そういったところもあると思いますね。チームのような感じって言ったらいいんですかね。一つのチームとして、しっかりとその周囲の人たちと関係を築いていけるっていう感じがしましたので、そこではですね、頼れる人がいるっていうのは嬉しいことですね。はい。では、障害ですね。カップの3の正位置です。現状維持のままでいること、もっと未来のために踏み出して良さそうですということなので、ここね、私こだわり抜くことが大事ですよっていうふうに現在のところでお伝えしました。で、無理のない範囲でっていうことでですね、お伝えはしましたけれども、その無理のない範囲で一歩ずつでもいいので進んでもらったら、未来にですね、少しでも歩き出せるのかなっていうところですね。明るい道に進んでいけるのかなっていうところですね。ずっとこのままいなければいけないというか、成長し続けなくてもいいやっていうふうにですね、自分自身が諦めてしまうこと、そういったことは現状維持のままでいることっていうことかなと思うんですよね。そういったところでですね、やめてしまうと、あなたにとっては障害になるっていうことなので、できればですね、少しでもいいので、自分のやりたいことっていうのをですね、一歩ずつ目指してもらったらと思いますね。辛い目にあったとかですね、辛い時があったっていうことは間違いないので、もしかしたら現在もやはり辛い状況のままですね、悲しい思いをされてるっていうこともあると思うので、その中でなかなかね、無理に動こうとすると、もっと自分自身が悲しくなってしまったり、辛いっていうことになったりとか、そういうこともある。追い詰めてしまうっていうこともあるのでですね、そこは自分の様子を見ながら少しずつ進んでいく。無理なくですね、進んでもらうっていう風にしていただいて、で、現状維持のままではいちゃいけないんだなっていうのは、頭の隅にでもですね、覚えていていただければと思いますね。では最終結果ですね。ペンタクルの2の正位置です。好きなことができるようになります。臨機応変な対応もできるようになっていくということですね。人間関係における責任と楽しみのバランスも取ろうとしているっていうことで、結果はですね、未来よりもっともっといい方向に行ってます。これもですね、嬉しい結果ですね。あなたの今までのご苦労だとかですね、辛かったことが報われていくような結果になっていきます。よかったです。好きなことができるっていうことは、ここではですね、精神的にもかなり安定してらっしゃるのかなっていう部分がありますね。あなたのやりたいこと、好きなこと、もう存分にやってほしいなと思いますね。で、臨機応変な対応ができるっていうことなので、例えば困ったことでもですね、応用を聞かせていろいろとできるっていうことですね。あなたの本来の力がしっかり発揮されていくのかなっていうところがありますね。そして人間関係ですね。もともと周囲の人がですね、ものすごくいい人が多そうな感じではありましたけれども、その中でですね、やはり人間関係っていうのは、どんな関係であれ責任っていうのは伴います。そこもちゃんと分かりながら、
おかつ楽しむっていうこともできているっていうことなので、とてもですね、バランスのいい人間関係を築けていきそうですね。その点でもですね、すごく安心ですね。あなたの最終結果っていうのはとても明るいものになりましたので、そこに進むためにもですね、ゆっくりゆっくりで構いませんのでですね、自分自身が人と比べてダメだって思わなくていいんです。自分のペースで進んでもらう。そうすることで、この最終結果に行き着くんだよっていうことをですね、思っていただければと思いますね。では助言ですね。ペンタクルのクイーンの聖地ですね。知識と教養は蓄えていきましょう。これはですね、やはり知識っていうのは身を助けるって言いますからね。できるだけあなた自身に知識、教養っていうものは持っておいた方が良さそうっていうことですね。これもですね、今ね、なかなかデマとかも回りやすい世の中ではありますので、インターネットでもね、私もよく見かけます。例えばね、すごくバズるって言いますけれども、ものすごく人気のあるつぶやきとか、メッセージとか、いろんな、SNS とか駆使して回ってくるような言葉、それが実はデマだったっていうことも普通にありますからね。そういったところもあるので、自分の中で情報を取捨選択しなきゃいけないっていう部分はあるとは思うんですけれども、しっかりですね、自分の中に知識を蓄えていくっていうことが大事です。何かあった時に自分自身の脳内の中にある知識、教養っていうのは、ちゃんとですね、何か困った時、困難があった時に助けてくれる。それは間違いないと思うので、ここね、本当に難しいとこではあるんですけどね。インターネットだけで調べると、いろいろとデマも回りやすい。本もね、いいもの、悪いものいろいろあるので、何とも言えないんですけれども、自分の中でこれいいなと思ったものをですね、まずは、ちょっと見てみるとかしていくのがいいのかなと思いますね。本もね、あなた自身が買うお金がないなっていう時は最寄りの図書館とか行っていただいて、そういったところで借りていただくのでもいいですし、で、あとは、時々ね、ニュース記事とかでもね、いいコラムとか回ってきたりするので、そういうの見たりとかですね。あと出典とかが書いてあるとですね、この本とかがいいんだなとかそういうのも学べたりするので、できればね、そういう感じでですね、どんどん自分の中に知識を身につけるっていう習慣をつけていただけたらなと思いますね。それも無理なくね。何度も言いますけれども。では、オラクルカードですね。オラクルカードの1枚目が勇気です。自分がどこから来たのか、どれだけ遠くまで来たのかを忘れないよう、過去や未来に目を配り、まだやりたいことや達成したいことを考えましょうということですね。勇気出していくのも大変ではありますよね。特に辛い時期はね。そういった時はやはり休むっていうことも大事。で、少し落ち着いてきたら勇気を出して自分自身がやりたいこと、達成したいことを考えて進んでいくっていうことがいいですね。あなた自身の苦労してきたこと、辛かった過去、そういったところはですね、なくなるわけではないですけれども、それがしっかり未来には生かされるというふうにですね、占いの中でも出ておりましたから、それをですね、全部捨てるっていう必要はないんです。あなたが辛かった経験で得てきたものっていうのはですね、決して無駄にはならないものもたくさんあるはずなのでですね、そういったものも使いながら、武器にしていきながらですね、動いていく。そういう風に進んでいってほしいですね。そしてオラクルカードの2枚目が、あなたはそれをすることができます。これも勇気づけるような言葉になりますね。あなたはそれをすることができるんです。もうそのままストレートなんですけれどもね、今までの自分がなんか弱いような気もしてたと思うんですよね。ダメなんじゃないかなとかね、自分を責めちゃうとかそういうことってあると思うんですよね。辛い時期ってね。でもこれからはですね、ちゃんと困難からも身を守れることもできますし、やりたいこと、好きなこともできるようになる、することができるんですよ。間違いないですよっていう風にですね、オラクルカードさんも勇気づけてくださってますね。そしてオラクルカード3枚目ですね。現実逃避者です。あなた自身に帰りましょうということでですね。そうですね。たまにはね、そうやって現実逃避するのも必要なんですけれども、
ずーっとですね、自分のその夢の中、妄想の中に閉じこもっていたら、今のところから進むことができない、現状維持になってしまうよっていうことなので、その良い結果、最終結果に向かうためにはですね、現実のあなた自身に一旦帰ってもらって、それで進んでもらう必要がある。それがまさしく勇気がいりますよっていうことになるのかもしれないですね。オラクルカードの3枚っていうのはやはり繋がってるような感じがありますので、勇気を持ちながらあなた自身に帰っていき、そしてそれをすることができるようになる。そういうふうに考えていただければと思いますね。では、ルノルマンですね。樹木です。木ですね。土台ができ、実りを得られます。時間をかけてコツコツ続ければ、やがて結果が出てきますということですね。ここもね、タロットカードさんの方の後押しカードっていう感じになっておりますね。樹木、やはり木はですね、成長するのにも時間がかかります。それはあなた自身もそうですよっていうことですね。続けていくことで大きな実になっていくということです。そしてあなたのやりたいこともやれるようになっていきますし、最終的にはですね、あなた自身が思いっきりですね、思う存分楽しむ時間っていうのもどんどん増えていくのではないかなと思いますね。それまでには、ちょっとですね、あなた自身の努力も必要っていうことです。コツ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 続けていくこと。塵も積もれば山となると、ことわざでも言いますが、まさにあの言葉っていうのはすごく大事ですよね。その言葉もですね、思いながら少しずつですね、続けていってほしいですね。それでは、ルーンカードですね。こちらルーンの方がシゲルです。石がサンストーンですね。自信を持って進んでいきましょう。あなたに待っているのは成功と栄光です。自己主張も時には大事なことですということでですね、最終結果とかですね、未来とかでもあるように、もっと自信を持って進んでいくと、よりですね、早めにですね、あなた自身がより良い結果に導かれていくのかなと思いますね。あなたに待っているのはまさしく成功と栄光。そしてあなた自身が控えめにならなくても大丈夫です。時にはですね、自分がやりたいことだとか言いたいことっていうのもちゃんと言って大丈夫ですよ。そういったところもですね、大事にしてください。あなたの素直さっていうのもですね、時には自分自身を助けることもありますし、周りの人たちがですね、その意見を聞いて、あ、この人はこう思ったんだなっていうふうにですね、考えを直してくれるかもしれないですし、そういったところでまた人間関係も良好になっていくかもしれない。いつまでも自分が無理をしなければいけないとか、自分の意見を言っちゃいけないんじゃないかって思わなくていいです。もっと主張していきましょう。あなた自身がしっかりですね、言ってもらったらですね、そこがまたいい影響になる可能性もありますから、サンストーンはね、まさにサンですからね、太陽のようなあなたの未来がいずれ訪れていきますよっていう風に考えてください。そうですね。まずね、辛い状況から今始まっているっていうことなので、大丈夫かなって思われることっていうのはたくさんあると思うんですけれども、未来と最終結果を見れば、あなた自身がこれから大丈夫だよなって思っていただけるのではと思います。で、進むのにですね、勇気がいることもたくさんあるとは思うんですけれども、ちょっとでいいので、本当に一歩でいいので、少しずつですね、踏み出していって、それが結局はね、最初は一歩だと思ってたのに、気づいたら後ろを振り向いたらですね、1万歩以上も進んでたなんてこともありますからね。そういったことを繰り返して、あなた自身が成長していくんだと思うので、まずは、その未来に進むためにですね、現状維持ではなくって、成長していくというふうにですね、進んでもらえればと思います。よろしければですね、こちらの方参考にされてください。以上が A の結果でした。それでは B の方の結果です。B の方の辛い時っていうのがですね、これからどうなっていくかっていうことなんですけれども、あなた自身はこれからはですね、自分のこの辛い
過去のすべてを肯定することができるようになるくらいですね、事態が好転していくという風になっていきます。それでは1枚ずつお話しさせていただきます。まず過去ですね。カップの7の正位置です。自分の心の中に閉じこもっていた状態ですね。迷いや自信のなさです。あとは問題に立ち向かえる力が弱かったかもしれないっていうことですね。これはですね、その出来事自体が辛かったから閉じこもるしかなかったっていうことだと思うんですよね。それはもう仕方がないことです。で、その経験からですね、どうしても迷ってしまったり、自分に自信が持てなかったりですね。もちろんそんな状況ですから、立ち向かえることもできないですよね。そこはですね、無理をしないでそのままでいたっていうことは、自分を大事にしていたっていうことでもあるので、全然いいことだと思いますね。そこでね、無理して辛い思いをさせてしまっていたとか、ダメージを受けてしまったっていうことになってしまいかねなかったですからね。そうなる前に自分のその弱い部分っていうのを守るために閉じこもっていたっていうことなので、そこが大事だったっていうことでですね、考えてください。そこをですね、自分で責める必要はないです。大丈夫ですよ。では、現在ですね。こちらはペンタクルの9の正位置です。ね、もしかしたら今もお辛い状況だからこそこの占いを見ていただいていると思うので、ずれてるかもしれないです。時期はですね。そうなると、実はこの現在っていうのがですね、ワンランク上に進む時なんですね。今までに犠牲にしてきたことをですね、思い返すこともあるかもしれない。まさに今も思い返してらっしゃると思うんですよね。自分がこれまでに散々辛かったこととかですね。あれもこれも全部なくしてしまったみたいな感じの辛い気持ちっていうのはあると思うんですけれども、その思い返すこともあるかもしれないけれども、これからはですね、ワンランク上に進んで、ちゃんと成し遂げられるっていう時期なんですね。だからですね、きっと今は、って思うかもしれない。それこそ心が傷んでる時ですので、そういう時に言われてもね、ちょっと実感がないかもしれないんですけれども、これからというか、現在に続くこれからっていう風に考えたらいいのかなと思うんですけれども、そこからですね、あなた自身はちゃんと上昇していけるっていうことですね。やらなければいけないこととか、自分がやろうと思ってることですね。そういったこともですね、結果としては、あなた自身が自分の力で成し遂げることができますよっていう風になってますので、現在のその気持ち的には、まだまだダメージが大きいかもしれないですけれども、ここからですね、好転していくんですよっていう風にですね、考えていただければなと思います。では、その現在に続くもっと先、未来ですね。ソードの10の正位置ですね。大きい悩みや不安を抱えることも、これはですね、もう過去現在と続いて、どうしてもですね、過去のことを考えちゃうとか、そういうことはあると思います。だけれども、事態っていうのは好転していきます。で、やがてですね、過去の全てを肯定することができるようになるということなので、ということはですね、あなた自身の気持ち的にもね、かなり回復していくのではないかなと思いますね。それでいて、あなたにとってより良い方向にいろんなことが向かっていくみたいなので、そこもですね、安心できますね。悩みとか不安は尽きない部分はありますけれども、それでもあなたにとって決してですね、光が差さないわけではない。ちゃんとですね、光り輝く道っていうのがですね、その目の前に広がっているっていうことですね。そこに歩いていけますし、その後にですね、あなた自身が犠牲にしてしまったっていうところすらもですね、肯定できるくらいに自分自身をですね、前向きに考えていけるっていう風になっていくのだと思いますね。では、周囲の人ですね。あなたの周りにはどういった人がいるのかがカップの6の正位置ですね。会話を心から楽しめる人がいます。時に尽くしてくれる人。尽くしたいと思う人っていうことなので、とてもですね、あなたにとって素敵な人間関係築けてる。もしかしたら今後ですね、築けるっていうことなのかもしれないですね。会話が楽しめるって素敵なことですよね。あなた自身が笑顔
向けながらですね、話していける人、そして助け合うこともできるっていうことなので、その人間関係は大事ですね。これからもね、もし今後そういった人に出会うっていう場合だったらですね、その人のことを大事にしてあげてほしいなと思いますし、多分お相手の方もこういった感じの人なので、あなたのことを大事にしてくださると思います。すごくですね、かけがえのない人間関係としてですね、続いていけると思いますね。では、障害ですね。あなたに何が邪魔になってしまうのか、障害になってしまうのか。帝王の正位置ですね。愛や善意を利用されてしまうこと。あなたの優しさをですね、利用する人だったり、利用すること。やっぱり人ですよね。それを利用されてしまうと、あなた自身のやりたいことだとか、結局この辛い思いをしてるっていうのもそういったところに関わってるのかもしれないですね。で、それをですね、利用されてることをどうするかっていうことなんですけど、もう利用されても全てを包み込むように許してしまうか、しっかりともう許さないと突き放すか、どちらかですね、極端にちゃんとイエスかノーかの答えを出すっていう風にした方がいいです。中途半端な優しさを出してしまうと、結局関係っていうのはずるずる続いてしまいますし、あなたは利用され続けるっていう方向に行ってしまうので、それであればですね、もう自分はそれでもいいと、一つのその自分の中の受け入れるですね、受け入れるっていう方向で許すっていうこと。それか、もう思いっきり突き放して距離を取るですね。もう絶対に合わない。っていうどちらか。そこはですね、もうあなた次第にはなるんですけれども、そのしっかりとちゃんと答えを見つけて、それで対応していくのが、その障害っていうのの克服になるのかなと思いますね。では最終結果ですね。こちらがどうなっていくのかがですね、運命の輪の正位置ですね。大変な時期は脱していきます。そして良い方向へ転換していきます。何かと月に恵まれますし、心に残る嬉しい出来事もありますということで、ここまでいったらですね、完全にあなたにとっては、より良い未来っていうのは約束されているようなものと言ってもいいのではないでしょうかね。運命の輪ですからね。私はこの運命の輪は好きなカードですね。まあ自分自身ではですね、コントロールできるものではないのかもしれない。運命の輪っていうのはね。どうしてもこう、自動で動くというか、自分が流されるままに行くっていう意味では、ちょっとびっくりする部分ではあるんですけれども、好転していくあなたが良い方向に流されていく、回っていくっていう風に考えればですね、すごくいいカードだと思ってますですね。今回は正位置っていうことなので、あなたのこれまでご苦労されてきたことっていうのもですね、すべて出していく、もう過去のことだと。吹っ切れるって言ったらいいんですかね。心の中でですね。そういったところで新しい変化、しかもいい変化ですからね。そういった方向に行くっていうことで、あなたにとってはですね、心に残るぐらい嬉しい出来事もあるっていうことですので、とても素敵な贈り物があるような感じですね。人生の一部の中でですね、幸せだったなって思える出来事があるっていうことだと思いますね。よかったです。では、助言ですね。ソードのページの逆位置ですね。万全な準備をしていきましょう。自分を偽らずに生きていきましょうということですね。万全な準備は確かに必要ですね。何があるかわからない。これからもね、それはもちろんいいことがたくさんあるとはお伝えはしましたけれども、何かしらのアクシデントっていうのは人生においてつきものではありますからね。そういった時に対応ができますよっていう感じでですね、その辺に備えておくっていうことは必要だと思うので、そういった部分でですね、こういうことが起こったらこうしておこうみたいな感じで、万全な準備をしておくっていうのは大事ですね。そしてですね、自分を偽らずに生きていくっていうのがですね、あなた自身善意を利用されてしまうぐらい優しい方なので、それでですね、自分自身をですね、押し殺して人に対して優しくしてしまうっていうこともあると思うんですよね。そういうのはもうやめていきましょうっていうことですね。自分自身を偽らずにちゃんと本心を伝える、素直に伝えるっていうことをですね、練習していきましょう。
そういうふうにね、自分の感情に嘘をつかないっていうことをですね、少しずつでもいいのでやっていきましょう。では、オラクルカードですね。1枚目がスーパースターです。空には一人一人のために輝く星があります。いろんな星ありますよね。その満天の星空の中には、あなた自身が輝く星があります。人間もそうですよね。人間すごいいっぱいいますからね。そう。だから、あなた自身が輝ける場所、輝ける場面っていうのは必ずあるっていうことですね。これは星っていうことになってますけれども、あなた自身がちゃんとですね、誰かのためにだとか、自分のためにだとか、そういったところでですね、活躍できるところが必ずあるっていうことなので、そういったところをですね、自分自身でですね、自分もスターに、星になれる、輝けるっていう風にですね、思っていただければと思いますね。そしてオラクルカードの2枚目は、もう自分自身を責める必要はありません。それは助けませんし、あなたに値しません。これもですね、本当にその通りだと思います。あなたは十分辛い思いをされてるし、利用もされてきたっていうことなのでですね、それをですね、自分が悪いんだっていう風に考えなくていいんです。あなたが悪いんだ。責めてしまうっていう風にしてしまうのは、自分を助けるものではないんですよね。それって反省のように見えるけれども違うんですよ。自分の心に傷を自分で与えてるようなものなので、そうではない。あなたはそんなことで痛めつけられる人ではないっていうことですね。痛めつけなくていいんですよ。自分で自分をね。そう。これからは自分の傷を癒すために、そしてこれからもっともっと幸せな時を過ごすためにですね、責めるっていうことはやめましょうね。そして、オラクルカードの3枚目がライオンですね。あなたはすべての階級を獲得しましたっていうことでですね。階級っていうとちょっとって思うかもしれないんですけれども、あなた自身はいろんな経験を経ている。そしてこれからもいろんな経験を経ていくと思います。そういったところで目に見える階級っていうものをもらえる人は少ないかもしれないんですけれども、そうではなくって経験値だとかですね、自分自身の中の目標達成だとかそういったところ、そこを階級っていう風に表現していると思っていただければと思うんですが、そういったですね、あなた自身のレベルアップはちゃんとですね、してるんですよっていうことです。人生において、あなた自身がちゃんと獲得しているものはたくさんあります。そういったところもね、自分で信じてあげてほしいなと思いますね。では、ルノルマンカードですね。鳥、袋、コミュニケーションを大切にしながら、しっかり情報収集をしていきましょうということでですね。あなたの場合ですね、もちろんひどい人もいるのは間違いないですね。障害のところに出てきたように。でも、周囲のところに出てきたような、あなたにとってはですね、素晴らしい人、とても大事な人っていうのもいらっしゃる。そういった人たちとしっかりコミュニケーションをとって、あなた自身が楽しいと思える環境を作ってください。その中で情報収集をしていくことでですね、また得られるものも出てくると思います。そういったところが自分を助けることもあるので、話をしながら自分の中で得ていくものっていうのを大事にしていってくださいね。では、ルーンカードですね。ルーンの方が牛符です。石がエメラルドですね。人に感謝し、心満たされるとともに、人を喜ばせることもできます。あなたのしてきたことは報われます。人間関係を大事にすることで回避できる危機もありますよっていうことですね。これはタロットカードとかルノルマンカードとかオラクルカードとかの総合的な意見が収集されてるような感じですね。まとめるとこんな感じではありますね。あなたのしてきたことは報われます。そして人間関係もですね、これから大事にしていってください。人間関係が相性のいい方だと思うので大事にしたいと思われるとは思うんですけどね。それを意識すること。意識して大事にすることで、これからですね、起こり得る困難とかアクシデントとか、そういったところのですね、危機っていうのも回避ができるかもしれないっていうことですね。
助けてもらえる可能性も高くなりますからね。例えばあなた自身が崖から落ちそうになってる時に引っ張って助けてくれる、そういった人がいらっしゃると思うのでですね、そういう人たちを大事にしながらですね、自分を助けてもらうっていう風に動いていってほしいですね。そうですね。まず過去のですね、あなた自身がすごく落ち込んでいらっしゃった。で、もちろんですね、それで無理をしなかったっていうのはいいことだと思います。閉じこもるっていうのもですね、一つの自衛手段なので、全然構わないと私は思いますね。そこから、今からですね、どんどんとあなたの運勢っていうのは好転していきますので、これからをですね、楽しみに動いていってほしいですし、で、あなたの周りにいるですね、信頼できる人と、これからもですね、密に関係を築いていってほしいなと思います。よろしければですね、こちらの方参考にされてください。以上が B の結果でした。それでは C の方の結果です。C の方が辛い時、そこからどうなっていくかですね。あなた自身がパワフルなエネルギーを持つことができる。そしてそれをうまく扱えるようになって、そこからもっとですね、好転していくような感じになっていきます。それでは1枚ずつお話しさせていただきます。まず過去ですね。戦車の逆位置です。自分のエネルギーをコントロールしにくい時ですね。厄介なトラブルで自分のことが進まないっていうことでしたので、あなた自身のエネルギーのコントロールっていうのもあったんでしょうけど、どちらかというと厄介なトラブルの方が問題だったかなっていう感じですね。あなたのしたいことだとかそういったところもやりにくいですよね。で、トラブルの解決に奔走しないといけないっていうところがあったと思うので、そこは本当に気持ちにすごく負担があったと思いますね。それはお疲れ様でしたというしかないんですけれども、これはね、困りますよね。どうしてそんなことが起こるのっていうことってありますよね。それでね、あなた自身が苦労しなきゃいけないとか、そういうことっていうの、本当に嫌ですからね。そこをですね、頑張ってこられたんだなっていうのが感じられますね。そうなると自分自身のことは後回しになっちゃいますからね。これからどんどん自分のこと優先できるようになってほしいなっていうところなんですけれども、それでどうなっていくのかなっていうのを見ていくんですが、現在がですね、審判の逆位置です。今の出来事に恐れや疑念があると、助けが来ない状況になっている。いろんなことが先送りになってしまうっていうことで、そうですね。今現在も辛いからこそこの占いを見てらっしゃるっていうことだと思うんですけれども、まさに今もいろんなことでですね、大変な目に遭ってらっしゃるっていう感じですね。自分自身が今出くわしてる出来事、そういったところになんか怖いとかですね、疑いの目を持つようなことがある。信頼ができないっていうことが最もですね、自分が進めるに進めないですからね。で、その中で、できればね、誰かの助けがあればいいんですけど、それもちょっと今は期待ができない状況っていうことですね。あなた自身のやりたいことも過去に続いてですね、進めないっていうことですので、これはですね、本当にずっと辛い部分があるっていうことなので、もうこれをですね、どうにかしたいって思いますよね。あなた自身も思うでしょうし、私自身も思いますね。このね、戦車と審判が一気にこう襲いかかってくるような逆位置でね、あなたのせっかくのね、エネルギーだとか、全部取られちゃってるっていう状況ですからね。それは本当に辛いと思います。あなたの心っていうのがですね、かなり傷ついてらっしゃるのではないかなっていうふうにですね、思いますね。ではですね、未来の方を見ていきましょう。ここからですね、好転していくようにと思ったらですね、まさに好転していくような結果になりましたね。ワンドのキングの聖地です。パワフルなエネルギーをうまく扱えるようになります。新たなことに挑戦することもできるようになります。誠実さから他者から愛されるということでですね。よかったです。人間関係も良くなっていくようですし、あなた自身のやれることっていうのもちゃんとできるようになっていくみたいですね。そうですね。ワンドっていうのが
情熱とかパワーとかそういった部分ではありますからね。そのエネルギーを上手に扱えるキングですからね。最も上位のものって言ったらいいんですかね。そういったところからコントロールできるっていう部分があるので、その辺でもですね、すごくいいことだと思いますね。あなたのパワフルなエネルギーをそのまま活用してですね、うまいことを進んでいけるっていうことだと思いますね。で、これまでですね、我慢していたこととか、やりたかったけどやれなかったことっていうことも挑戦できると思うので、もうどんどん挑戦していってほしいですね。あなたのチャレンジ精神、多分この辺がですね、すごくあるんじゃないかなっていう感じがしましたので、そのチャレンジ精神を存分にですね、活かしていただいて、これからはですね、もっともっとですね、あなたのために進んでいってほしいなと思いますね。で、あなた自身のちゃんとした部分ですね、そういったところを他者、周囲の人たちは見てらっしゃるので、そういったところでですね、周りの人からも好かれていきますし、しっかりと人間関係良い方向に構築されていくようなので、その辺でもですね、今までとは全然違うぞっていうことになっていくみたいですね。はい。それもですね、とてもいいと思います。未来はあなたにとってとても良い結果としてですね、出てきましたね。では周囲ですね。こちらがどういった人がいらっしゃるのか。ソードのページの正位置です。互いの状況を理解し合い、本音で話せる人がいらっしゃるっていうことでですね。これは、現在はですね、助けが来ないっていうことなので、そういった人にまだまだ恵まれてないのかなっていう部分があるんですけれども、未来の方でですね、あなた自身が愛されるようになっていきますよっていうふうにお伝えしましたが、そういった面でですね、未来の方で出会う方なのかもしれないですね。もしかしたら今も出会ってるのかもしれないんですけれども、未来において打ち解けていって、互いの状況をしっかりですね、分かった上で本音で話していけるので、すごく気持ちがいい人間関係だと思いますね。腹を割って話せるっていうことはですね、あなた自身の悩みとかもですね、ちゃんと話せると思いますし、お相手の方もですね、あなたに対して信頼していろいろとお話ししてくださると思うのでですね、そういった面ですごく気持ちのいい関係性っていうのを作っていけると思いますね。では、障害ですね。あなた自身の邪魔になっていくかもしれないこと、ワンドの9の聖地です。用心深すぎることで進めないことがあるっていうことですね。これはですね、現在のところにかかってくるのかもしれないですね。あなたが今、自分が起こっていることに、ちょっと疑いの目を向けている状況っていうことなので、そこを用心深くする必要がないのかもしれないですね。逆にですね、進んでしまったらいい方向に行くっていう可能性もあります。現在とはいえですね、これはもう現在に続く未来っていうようなものなので、これをですね、少しでも好転させるっていう点では、この障害の部分を取り除くっていうことはすごくいいことだと思いますね。あなた自身がそこを取っ払ってしまうことで、悪い状況っていうのも早めに解決していくかもしれないですし、助けが来る可能性も増えていくかもしれないっていうことなので、時にはですね、自分自身のそのリスクを考えて進めないっていう風になるのではなくって、気にせずに歩いていくっていうのもいいかもしれないですね。では最終結果です。帝王の逆位置ですね。あなた自身の思慮深さや知性により助けられて、それで動き出せることもあります。様子を見ながら慎重に進めていくときっていうことなので、帝王の逆位置っていうことでちょっと不安に思われたかもしれないんですけれども、逆にここはですね、慎重さが大事になってきますよっていうことになりましたね。ですね。もうちょっと先の未来の方ですね。最終的なところではですね、結局ですね、そのタイミングによってあなた自身の用心深さとかそういったところが良い時も悪い時もあるっていうことになってしまうので、どうすればいいのって思っちゃうかもしれないんですけれども、そういったところでですね、大体占いっていうのは、タロット占いはですね、
3ヶ月くらいの結果が出てくるっていうのが、定説ではありますし、私も大体それぐらいを見てるつもりなので、最終結果っていうのがどこに来るかって言ったら、やっぱり3ヶ月後くらいのことを見ているのかなと思うので、そのあたりをめどに何か物事が起こった時に、あなた自身のその用心深さ、思慮深さって言った方がいいですね。あなたのその良さをですね、活かしていただいて動き出すっていう風にした方がいいみたいですね。動き出すって言っても慎重に進むっていうことなので、ちょっと遅くなるかもしれないですね、動きは。でもその辺があなたのことを助けるっていう風な時みたいなので、できればですね、そういう風に動いてみてほしいなと思いますね。なかなかね、あなたのその未来っていうのは、動き続ける時もあれば、慎重にならないといけない時もあって、ちょっと忙しいかもしれないんですけれども、その辺の切り替えっていうのもですね、やっていけばいいんだなっていう風に考えていただくといいと思いますね。パワフルな自分のエネルギーがある時は、もう思いっきり動くぞと、全然積極的に動いていっていいです。そして、最終的な3ヶ月後くらいかなっていうくらい、だいたいそれぐらいには、あなた自身の普段の思慮深さの方ですね。知性だったり、そういった部分を大事にしながら、ゆっくり慎重に周りを見ながら冷静に進んでいただくっていう風にしていただければと思いますね。では助言ですね。こちらがソードの5の逆石です。攻めより守りに転じてくださいということで、これは最終結果に続く助言になるかなと思いますね。未来ではですね、どんどん攻めてもいいような感じでしたので、これはやっぱり最終結果の帝王の部分ですね。あなた自身が守りに今度はなるっていうことで、剣を携えたと思ったら今度は盾を持たなければいけないっていうですね。さっきも言いましたけど、ちょっと忙しい3ヶ月にはなりそうな気はしますけれども、そういった緩急をつけることで、あなたにとってより良いですね。未来っていうのが待ってるのかなっていう感じですね。そうですね。自分のやりたいことを考えながら、時にまっすぐ突っ走っていく。時にゆっくりと慎重に見極めながら進んでいくっていう風にですね。そういう風にしながら動いていくっていうことですね。では、オラクルカードですね。1枚目が自然です。自然とつながるっていうことでですね。自然とつながるっていうのがですね。そうですね。今回に関しては、私としてはやっぱり人間関係の方かなと感じました。自然とですね、あなたの周りにいいなと、素敵だなと、好きだなという、これは本当に恋愛以外にもあります。恋愛だけじゃないです。他の人間関係でもあなたのことをついてくださって、自然とですね、あなたの周りに集まってくるような時があるので、そういった時にですね、つながってもらう。で、あなたの本音で話せる人をそこで見つけていただいて、大事にですね、人間関係を築いていくっていう風にしていただければと思いますね。そしてオラクルカードの2枚目が、今日も明日もいつもあなたは十分ですということでですね。現在がすごく辛いと思うんですけれども、あなたはいつも十分にやってるんですよね。そうなんです。あなたはちゃんと十分にやってる。だけれども、外的要因だったりですね、トラブルだったりですね、起こすような人がいたりとかですね、いろいろあると思うんですけれども、そういったところでもちゃんとですね、あなたなりの対応っていうのをちゃんとしてらっしゃる。もうそれだけで十分なんですよ。十分頑張ってらっしゃる。それ以上ですね、無理はしなくていいですよっていうことですね。そして、オラクルカードの3枚目は悪のクイーンですね。あなたは砂糖に値します。塩ではありませんということでですね、これまでですね、苦労されてきた、辛い思いを抱えてきた、今も辛い思いを抱えてらっしゃるあなたには、これ以上ですね、塩をですね、撒くようなことになってはいけない。ちゃんとですね、甘くてですね、優しい砂糖が値するということです。それからはですね、優しいですね、ことっていうのがたくさんあると思うので、そういったところをですね、大事にしながら過ごしていってほしいなと思います。それではレノルマンカードですね。こちらが魚です。やりたいことをするチャンスが必ず訪れます。強欲にならないように節度を保って視野を広く持ちましょう。これもですね、最終結果につながる部分かなと思いますね。あなたのやりたいことはちゃんとですね、チャンスとして訪れるんですよね。これは未来でもそうでしたよね。新たな
こととかですね、やりたいことに挑戦することもできる。でも、最終的な結果のところで出てきたのは、慎重になりましょうっていうところなので、そこが坂のノルノルマンカードも言ってる感じですね。あなたの視野を広く持って、これで大丈夫だろうかっていう部分ですね。っていうのをちゃんと考えながら動いていってくださいっていうことです。そしてルーンカードですね。ルーンの方がソーンです。石がスピネルですね。一旦止まって考え直す時も必要です。自分のそれ以上近づいてはいけないという気持ちを大切にしてください。思考力は高まっていますから、目標達成に向けて着実に進んでいけますということですね。これもやっぱり最終結果のところにかかってきてますね。全体的に最終結果のところが最もあなたにとって大事な部分なのかもしれないですね。あなたのその一旦止まって考え直す時が必要っていうことですね。で、それにてあなたの感性っていうことも忘れないでほしいですね。これは良くないんじゃないかと思ったら、もうそれ以上は近づかなくて大丈夫ですね。そのあなたの冷静さだとか、思慮深さだとか、そういったところはですね、十分発揮できますからですね。これからもあなたの今後ですね、目標達成っていうのは確実にですね、近づいていきますよっていうことですね。そうですね。あなたの場合はカードが特に最終結果を指すようなものがたくさん出てきたので、本当にあなたのその最終結果っていうのが最も大事な時期なんだなっていうのが感じられましたね。これまでがお辛かったと思うので、そこまで考えが及ぶのも時間がかかるかもしれないんですけれども、これからですね、ゆっくりではあるんですけれども、確実にあなたにとってですね、結果として残っていくものがたくさんあるはずなので、まずはですね、自分のそのパワフルなエネルギーが扱える時が来たら、その時はしっかりと積極的に動いてもらう。その後はあなたの冷静さっていうのを取り戻しながら、ゆっくりと見極めていって進んでいく。良くないなと思った時は、ちょっと立ち止まってみるとかですね。考え直しながら選択肢を選んでいくっていう風に動いてみてください。では、よろしければこちらの方参考にされてください。以上が C の結果でした。ここまでご覧くださりありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、またいらしてくださいね。それではおつけいくでした。